皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は大幅な増配発表と新たな還元方針で現場でも話題になっているアイ・ホールディングス証券コード3076の点検を行います。無借金の鉄壁財務に加え、実は AI 防衛脱炭素という国策テーマの宝庫でもある隠れた魅力が満載の企業です。一緒にしっかり確認していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。サクッと確認していきましょう。配当利回り 3% 以上に対し予想 4.45% で合格。 ROE10% 以上に対し 22.45% で合格。自己資本比率 50% 以上に対し 79.2% で合格。配当成功 50% 以下に対し直近実績 24.6% で合格。総じて高い収益力と圧倒的な財務の安定性を兼ね備えた超優良な高配当株であるという判定になりますね。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。アイ・ホールディングスの稼ぎの柱を確認しましょう。アイ・ホールディングスは M&A を駆使して多角的に事業を展開する持ち株会社です。現在の最大の稼ぎ頭は全体の約 33% を占める情報通信事業です。ここは最近子会社化した中代などのビジネス本事業が大きく貢献しています。そして第2の柱が約 19% を占めるセキュリティ機器事業です。マンションや法人向けの防犯カメラなどを扱っています。ここで深掘りポイントです。実はこの会社、ただの防犯カメラ屋ではなく国策テーマのど真ん中を走っています。防衛装備庁から無人機向け飛行実証 AI の開発を受注したり、 AI を活用した官公庁向けの次世代セキュリティシステムを受注したりと AI と防衛のテーマを持っています。さらに冷凍庫向けの新たな節電システムを開発し、タイ最大の発電事業者とも覚書を結ぶなど脱炭素省エネ関連のテーマも持っている非常に将来性の高い事業内容なんです。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。過去5年間の業績のトレンドを見てみましょう。売上高は2021年の462億円から2025年には662億円へと M&A の効果もあって大きく拡大しています。営業利益についても毎年90億円から100億円付近を安定して稼ぎ出しています。直近の2025年6月期はのれん代などの影響で営業利益が89億円と少し落ち着きましたが、売上規模はしっかりと底上げされており、本業の稼ぐ力は非常に安定していると言えます。次に財務の深掘り点検です。会社の健康状態を示す貸借対照表を点検します。総資産1441億円に対して手元の現金はなんと488億円も保有しています。そして驚くべきは有利子負債、つまり借金が0億円の完全無借金経営だということです。自己資本比率も 79.2% と極めて高く、どんな不況が来てもびくともしない、まさに鉄壁の財務基盤です。これだけ手元に現金があれば今後のさらなる M&A や株主還元への期待も大きく膨らみますね。続いて還元姿勢の点検、配当と EPS の推移を見ていきましょう。配当金は2021年の45円から綺麗な右肩上がりで増配を続け、2025年には100円、そして来期予想はなんと125円まで大幅増配の見通しとなっています。ここで配当の原資となる EPS の推移を見てみると、来期予想は193円と直近の407円やその前の331円から大きく減っているように見えます。しかし安心してください。実は過去2年間は数百億円規模の特別利益などの一時的なボーナスが載っていたため、見かけ上の EPS が異常に跳ね上がっていただけです。詳しくは次の決算パートでも触れますが、
本業の実力はしっかり成長を続けているため、これだけの大幅増配を行っても配当の安全性は非常に高いと言えます。また会社は新たに DOE、 つまり株主資本配当率 6% という手厚い還元方針を掲げました。現在の1株当たり純資産約2146円から計算される理論上の配当金額は約128円となります。現在の予想125円でもすごいですが、会社の約束通りならまだ増配の余力を残していると言えますね。次に直近決算と将来目標です。2026年6月期の第3四半期決算では、売上高が647億円で前期比プラス 28.0%、 営業利益が87億円で前期比プラス 17.9% と素晴らしい増収増益でした。ここで最終的な純利益は前期比 42.7% 減となっていますが、これは先ほどの EPS のパートでもお伝えした通り、前期に岩崎通信機を買収した際の負ののれん発生益約143億円という特別利益がなくなったためです。本業の稼ぐ力を示す営業利益はしっかり伸びているので、事業は絶好調だと判断して間違いありません。今期2026年6月期の通期目標として、売上高900億円、前期比プラス 36.0%、営業利益107億円、プラス 20.4% という力強い予想を掲げています。一時的な利益を除いた本業の稼ぐ力は過去最高を更新する見通しであり、今後の成長も大いに期待できますね。続いてチャートと需給の点検です。直近の株価は2810円付近で推移しています。1月末の年初来安値2615円から反発し、3月には2966円まで駆け上がった後、現在は少し過熱感を冷ます良い日柄調整に入っている形ですね。これだけの大幅増配が発表されていますから、下値は非常に硬い印象です。信用倍率も 3.85 倍と上で捕まっている人が多いわけではなく、需給の重さは全く感じられません。 PER も14倍台、 PBR も 1.3 倍台と、これだけの鉄壁財務とテーマ性を考えれば、まだまだ割安な水準に放置されていると見ることができます。最後に結論、のんびりの判定です。総評として i ホールディングスは無借金の鉄壁財務と DOE6% の強力な還元方針、そして AI や脱炭素といった国策テーマを内包する有料な連続増配株だと判定します。具体的な指値としては、配当利回りが 4.6% を超えてくる2700円付近から強力なサポートラインとなりそうな年初来安値の2615円付近にかけてのラインを見立てて、地合いに押されて下落した局面で安全に拾っていく戦略が有効だと考えます。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。